皆さんどうもこんにちは、とも太郎です。実はとも太郎、整形しました。はい、というわけでね、今回は僕の人生初のですね、整形体験談をね、話していきたいと思います。タイトルにもですね、ある通り、僕の整形した箇所はですね、こちらの目なんですね。目の二重整形をいたしました。はい、こういう二重になりました。お分かりですかね。結構ね話が長いかもしれないのでチャプターごとにね分けて話していこうと思います。今回僕がした施術はですね、埋没法一心止めというものですね。具体的に話していきますと、まぶたの裏にですね糸を通して二重にするというまぶたの整形手術になります。もし将来的にですね気に入らなかったりとかしたらですね、施術した場所をですね糸を取って二重じゃなくて一重に戻すっていうことも可能な手術で、皆さんね気になってると思う値段なんですけども、約10万円でした。これは、ね、税込みで約10万円でございました。個人的にはねやっぱ埋没法だと高すぎず低すぎず、割とねスタンダードな値段なんじゃないかなと僕は勝手に思っております。さすがにクリニック名はですねご迷惑になってしまう可能性もあるのでちょっとね名前は公表できないんですけども、割とね整形手術を考えてらっしゃる方は、一度くらいは聞いたことあるクリニックだと思います。結構大手のところです。どこのクリニックもあると思うんですけど金属のブジっていうものでね二重を一旦作ってシミュレーションしてどういった形がいいのかっていうのを相談するんですけども、僕の場合はですねブジを使う前にとりあえず自然な感じであとはお任せしますってことだけ伝えたんですね。それだけ僕伝えてあとは簡単にこんな感じになりますよってことをシミュレーションしただけなので大体もうカウンセリング時間は5分もかかんなかったと思います。というのもですね僕そのカウンセリング前に、その先生の症例写真とかあと施術のコメントなんかをねあらかじめ見ていたので、それで結構この先生は自然派なんだなってことは大体分かっていたので、この先生をね、信用してお願いしますってことだけ伝えました。僕の担当医の方はですね自然派の施術を推奨されている方で、その先生の見解によるとですねやっぱりその二重幅が広いと糸が取れやすくなったりですね他の顔のパーツとバランスが合わなくなったりとかそういうこともあり得るそうなので、僕はねそういうリスクは取らないで末広型のね、ちょっと幅が狭めの二重幅にしてもらいました。あんまり変わってないよとかっていう意見もあると思うんですけど、僕の中ではですね整形バリバリやったとかですねちょっと不自然な見え方するなっていう思われないギリギリの絶妙なラインだと僕は思っているので結構満足してます。といってもね、YouTube で堂々と整形したって言っちゃってるんでもうバレるバレないとかって話じゃない気がしますけども、それは置いといて。手術をねする時に結構麻酔っていうのを使うんですけども、僕の場合はですね針の麻酔を刺す予定だったのでまぶたにですねなるべくその痛みが伝わらないように麻酔クリームをですねまぶたの上に塗ってもらって、でその後に針を刺して、麻酔液をですねまぶたの皮膚に注入する、それで痛みを完全なくさせるっていう患部麻酔とあとクリームだけで麻酔は終わらせて挑みました。でいざ手術なんですけどもまぶたの裏に糸を入れるのでまぶたの裏を一回裏返しにしてその状態をキープしておかないといけないんですね。でそのキープする時にですねなんか金属のヘラみたいなのをまぶたと眼球の間に差し込むんですね。でこれが結構ちょっと気持ち悪かったですね、正直。普段僕コンタクトとか全くつけないタイプなので眼球になんか異物が乗っかってる感覚が結構気持ち悪くて、5分だけだったんでよかったですけどもこれが、ね、30分とか続いてたら結構僕しんどかったなって今考えると思いますね。でそんなこんなでね、手術はだいたい合計時間はですね15分もかかんなかったと思いますね。結構もうほんとすぐ終わりました。術後はですね痛みという痛みは多分痛み止めを飲んでたせいもあると思うんですけどほとんどなかったです。はい。
僕の腫れのピークはですね、施術当日でした。写真出てると思うんですけど、結構ね腫れてました。手で触らなくても分かるくらい腫れてるなっていう感覚がもうありました、正直。たださっきも言った通り、術後はね痛みっていう痛みはなかったんですけども、いわゆるその違和感っていうのがですね結構ありましたね、僕の中では。でやっぱりその糸をねまぶたの裏に入れているので、眼球にこの糸の結び目がですねちょっと若干当たってゴロゴロするような感覚ですね。ゴミが目の中に入るような感覚ですね。僕はあんまり気にならなかったですね。そのゴロゴロする感覚も大体3日も経てば治ったので、僕は耐えられる感じではありましたね。ただですね、それとは別にやっぱ目をですね大きく開けようとしたり、左右上下に眼球を動かせないんですよね。やっぱ腫れているので、目の周りが突っ張っているような感覚があって、どういう表現をすればいいのか分かんないんですけど、多分接着剤をまぶたの上に塗られてそのまま放置されているような感覚だと思ってください。でその手術をした3日ほどはですね、もう左右上下に目を動かせられないので、右を見たい時はこうやって見れなくて、わざわざこうやって首を動かさないと右が見えないっていう状況だったんですよね。だから施術をしたその日はですね、運転とかは基本的にしちゃいけないんですよね。やっぱ動かないので目が。10日もすればですね、赤くなっていた部分とかもだんだん薄くなっていって、目の違和感とかもね、目の重たさみたいなのもなくなってきて、だんだん自然な二重になっていきます。で1ヶ月ほど経つとですね、もうほぼ二重まぶたは完成されているんですよね。僕の場合ね、手術をしたのが去年の12月なので、もう3ヶ月経ってるのかな。だから結構もう違和感とか不自然さとかっていうのはもうだいぶなくなったと思います。むしろですね、今ね、一重よりか二重の時の方がですね、目を開けやすくなって結構開眼したような気分になっております。はい。こんなね整形たかが1回した人がですね、このアドバイスなんてすごいおこがましいと思うんですけども、僕のねやっとけばよかったなとかね、これはしない方がよかったなっていうのをちょっとねお話できたらいいなと思うので、ちょっと3個だけねポイントまとめたんでぜひ聞いてください。はい、まずね1個なんですけども、施術当日はですね安静にするということです。やっぱりですね、その目って施術したその日はすごい疲れているので、やっぱねスマホとかパソコンとかをずっと見ていると疲れがさらに深くなってしまってですね、治りが遅くなってしまったりすることもあるので、その施術したその日はですね、もう安静に目を閉じて深く早く寝ることをですね、僕はしとけばよかったなってちょっと今考えると思いました。2個目なんですけども、まぶたをですね優しく洗うってことなんですね。まぶたが一人の時は全く気づかなかったんですけども、二重まぶたって皮膚が折り重なっているから、その間に油とか汗が結構溜まりやすいんですよね。で僕今お風呂入ったからそんなことないんですけども、結構ね朝とかここら辺がね油でキラキラしていることがあるので、こういうのをね結構放置しておくと雑菌がね増えてしまって炎症が起きちゃったりとかすると思うので、施術数日後とかはですね洗顔を使って泡だけできれいに優しく汚れをね取るような形で僕は洗顔するといいんじゃないかなって思います。はい、3つ目なんですけども、まぶたに刺激を与えないってことなんですね。やっぱ糸で埋没法は二重を形成しているので、糸がですね衝撃とかまぶたをこするような動作で緩んでしまったり、最悪ね切れてしまうこともあるので、そうするとまたね再手術っていうことでまたちょっと面倒くさくなっちゃうので、なのでなるべくねここら辺のまぶたあたりはですねダメージを与えないように、刺激を与えないようにするのが一番ね長持ちさせられるコツなのかなとかって思います。結構ね整形した理由って多々あるんですけども、最終的にはやっぱねコンプレックスがあって、昔からそのコンプレックスを解消するために整形をしたかったっていうのが一番大きいと思います。やっぱそのね今顔はいろんなコンプレックスありますけども、やっぱその中でも一番最初にね整形するんだったら一番安くて一番リスクが少なくて、で一番ダウンタイムが少なくて、でもかつ印象が結構変わりやすい部位で、それってどこだろうなってやっぱ考えたら、やっぱり目だなって僕は思ったんですよね。
何よりもですね、自分の顔にあんまり自信がないような状態で過ごすのであれば、10万払ってちょっとでもそれが良くなればいいんじゃないのっていう、結構甘い考えで僕は整形をしました。前よりかはね、自分の目に対して結構好感を持てているので、割とね僕はやってよかったんじゃないかなと本当に思っております。そうやってね二重にすることでポジティブな気持ちになれるんじゃないかなっていう思いで、20歳になって成人したその時ですね、二重整形を自分のお金ですることを決意しました。はい、というわけでね、以上で僕のね埋没法を体験した20代男性のね、一人の個人的な考えと感想をね、垂れ流しましたというわけでね、この動画がね、少しでも参考になったり、皆さんの整形に対する考えが変わったり、皆さんの整形に対する知識が増えたら僕は嬉しいです。普段僕はねあんま整形の話とかしてなかったんですけども、これを機にねもうちょっと整形に関する動画も出してみようかなと思います。というわけでね、皆さんよかったらいいねとチャンネル登録の方お願いいたします。それじゃあ皆さん良い一日を。バイバイ。